3000円ってサイゼリヤで合流できる。例えば東京タワーはメインの展望台までに1500円で、上の方の展望台は当日券で3000円。事前に買うともうちょっと安かったかもしれないですけど、まあどっちみち高いですよね。地上からより高い方が値段も高いっていう、高さにはですね、価値があるわけです。高さっていう何メートルっていうのと値段、どっちも高さ、どっちも分かりづらいわ。眺望隠れ場理論注文が合ってるな。眺望隠れ場理論とは、人間は本能的に見晴らしがいい場所と自分の身を隠すことができる場所を好むとしたまあ本能的なもの。1975年に人文地理学者の J. アップルトン教授が自らの著書で、発表しました。地面から高い方に価値を感じるって言われてみると、なんでなんだっていう話ですよね。ヒールの高さがあった方が価値あるよね。それ女王様に踏まれる時の話だろ。人間は見晴らしのいい場所と自分の身を隠すことができる場所に無意識にあらいいですねと美を感じてしまう。それは見晴らしがいい場所だと遠くを見渡せるので、狩猟時代の話じゃないで、狩りをする時代の話じゃないですけども、獲物を早く見つけやすいからね。逆に天敵がいても遠くにいてもですね、早く察知できるわけですよ。そしてそんな天敵から身を守る安全な場所っていうのにも、人間は価値を抱いてきた。今までね。価値があるというふうに本能に刷り込まれてるっていうかね、その見晴らしがいい場所と自分の身を隠すことができる場所。この二つを兼ね備えることができるのが、高さが、地上からの高さがある場所ね。よって東京タワーが地上からの高さで値段設定を変えることも、眺望隠れ場理論の人間心理をついた作戦っていうわけだ。でも眺望隠れ場理論は人間の本能的な好みを示すものなので、空間設計とかの建築分野でよく活用されています。おしゃれな居酒屋とか雰囲気がいいカフェとか、他のお客さんから自分の姿を隠すことができるけど、全体を見渡せることができるようなお店とかね、居心地いい落ち着いた空間を作り上げてしまう、それができる店だ。はい、ということで今回ですね、いろんな展望台回りましたけど、やっぱりですね、観光客の人多くてですね、東京に、旅行に行ってですね、東京タワーとかスカイツリーとか行かずに船堀タワーのになってですね、
土産話にもなんないよ。そういう意味ではですね、東京都庁、割とおすすめですね。高層ビル群の中にあるっていうのも、割といいじゃないですか。ということでですね、ぜひ、船堀タワーですね。草野球方式で人が集まんないと登れないかもしれませんが、ご覧になっている皆さんもぜひ行ってみてください。今回は都内の無料展望台をご紹介する動画でした。この LPTV ではできるやつの考え方、テクニックを休み休みご紹介しています。他の動画もぜひともご覧になってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。